どうも、テテです。今回はプラチナ級到達後に何をするかについて話していきたいと思います。サムネにもある通り、海賊船集めと放置ペットの育成がすることなんですけど、それらの詳細を話していこうかなって感じですね。では、まずは放置ペットの育成について。今の環境、レベリングが楽になってきてるので、基本的に育成イコール捕獲です。なので、マットガエル、焼き鳥、テームマスクは事前に集めておきましょう。これだけで 2.8 倍は出るので、結構でかいです。そして、ペット育成して、どこで放置するんですかって話なんですけど、現在はアーキペラゴの放置がレベリング、金策ともに最高効率になってます。この放置をできるだけ効率よく行うことが目標です。そんなアーキペラゴがどんなところかと言いますと、こんな感じです。左下にメインの獲物であるフレームフロッグがいて、右にゴブリンメジとジャコクリュウがいます。ゴブリンメジは主にアクセサリーレベルを上げるための討伐数稼ぎで、ジャコクリュウはルーン石板が美味しいって感じですね。まずはメインのフレームフロッグを倒せるペットを育てるのが最初です。攻撃を無効化するのに必要な魔法防御と、ワンパンに必要な攻撃速度と魔力を載せているので参考にしてください。では、結局どのペット育てればいいのかについてですが、石像と海賊船がマジで強いです。それ以外の4匹との間には越えられない壁があります。とはいえ、海賊船を育成できるようになるのはもう少し先の話なんで、一旦石像でいいです。一旦石像にはもう粉をどんどん吸わせてムキムキにしていきましょう。個人的なおすすめを言うなら、石像と海賊船以外なら豚天使がおすすめです。じゃあ石像育成しますよと。でも結局、どこまで育成しないといけないのかって話ですけど、例としてこんなもの用意しました。粉がない人は戦技2以上必要なんですけど、一応戦技1レベル200で、粉をね、こんな感じで吸わせてあげると、一応フレームフロッグ放置に必要なステータスは足ります。あと、すごい局所的というか、刺さるこの情報が必要な人ってほぼいないと思うんですけど、一応言っておくと、石像の捕獲って基本手動が一番いいんですけど、本当に手動が嫌だと。どうしても放置がいいっていう人は、洋館2階でネクロプリンセスを主人公で即処理して、燃えてる何かレベル100、戦技なしのレベル100を放し飼いすることで、一応ね、放置で石像集めれます。が、効率はマジで終わってます。おすすめはしません。はい。そして、石像を育成した後の放置は実際こんな感じです。ドロップ率を 100% 持ったり、経験自倍率を持って、フレームフロッグを石像で処理。そして、もう一体の適当なペットでゴブリンメジを処理させて、主人公はだいたいこんな感じの位置に置くといい感じになります。ジャコクリは一旦無視で。主人公右に寄せすぎると、左下の石像動かないんで注意しましょう。あとね、一応ね、石像の位置を、フレームフロッグが攻撃してこない範囲に置くことで、魔法防御を確保しなくても放置はできるんですけど、フレームフロッグがちょっと遠目に湧いたりしたら石像で処理できないんで、ちょっと効率はね、ちょっとよく分かってません。これに関しては。試しでやってみるのもありです。で、次に、第2段階なんですけど、これ海賊船を捕獲した後の話ですね。ここまで来ると、ジャコクリを倒しながら放置できます。海賊船のね、攻撃の流れ弾が、ジャコクリのさらに奥にいるボスゴブリンにも当たるように置ければグッドですね。海賊船の捕獲についてはこの後話します。そして第1段階、第2段階ときて、次は第3段階と見せかけて、ただただ個人的なおすすめを紹介するんですけど、個人的にはもうこの豚天使を入れたこの配置での放置がすごいおすすめで、これ嬉しいこと何かというと、ゴブリンメージの枠範囲が結構広いので、索敵範囲が、できるだけ攻撃範囲広いペットを入れたいと。そして、ある程度やっぱり殲滅速度も欲しいってなると、やっぱ海賊船がすごいいいんですよね。適してるんですけど、海賊船そこに置くと、ジャコクリュウとか、左下のフレームフロッグどうするんだってなるんですけど、
豚天使、実はフレームフロックの範囲、一人で全部範囲を覆えるので、これがまあかなりおすすめです。まああとなんだかんだね、あれなんですよ。豚天使ってアップデで強化入ってるんですよね。移動速度ゼロのペットの攻撃範囲、物理の攻撃範囲の、その、スピードの値によって範囲が広がるって強化が入って結構ね、追い風気味なんで、やっぱこういう点でも個人的には豚天使と育てるの結構ありかなと思ってます。はい。そして最後注意してほしいのが、アクセサリーの付け替え忘れには注意しましょう。自分は何度かね、ギャロップタリスマンつけたまま放置してるんで、そうならないように放置前はしっかり確認しておきましょう。では、放置のペット育成についてはこれぐらいにして、次はまあ皆さん多分お待ちかねだろう。海賊船集めについて話していきましょう。まずは基本的な情報から見ていきましょう。必要ステータスは驚異の魔法防御5万。アタックもラックも魔法込みでそれぞれ22000と16000ちょっと。ということで、まあかなりね、高いステータスを要求されてて、捕獲率はね、一応 5% って高めに設定されてるんですけど、必要ステータスを盛ろうと思うと、ペットの枠だったりアクセサリー枠が埋まってて、結局捕獲を盛りにくいっていうのがあるので、友情の種、使えってことですね。どうせね、後からね、手に入れようと思えば手に入れれる状態になるんですよ、友情の種。なんで、もう、今まで貯めてきた全ての友情の種をここで吐き出しましょう。とはいえね、そもそも、いや、倒せないと捕獲できませんよと。倒せないんですけどって話があるんで、討伐方法についてまず話します。パターン1は攻撃を自力で避ける。次のパターン2は攻撃を耐えるということで、メリットとデメリットはそれぞれ真逆の関係です。攻撃避けるなら魔法防御はいらないし、けどしんどい。攻撃耐えるなら敵に突っ込んでいくだけなんで楽なんですけど、魔法防御がめっちゃ必要ということで、どっち選択するかなんですけど、個人的にはね、おすすめのチャートがあるんで紹介したいと思います。まずは自力で避けてプラス21まで集める。そして次に禁域の巨木からドロップする禁域のロックを集める。そうすると攻撃を耐えるだけの魔法防御を確保できるので、残りのプラス81までを片付けるっていう流れです。この先はこの流れに沿った解説をしたいと思います。が、この後の情報を把握できれば別にこの流れじゃなくても自分に合った方法見つかると思うので、この後の情報はしっかり確認してください。では、まずは攻撃自力避けの参考ステータスです。実は輪廻2でも足りるんですよね、これ。とはいえ、最低限ギリのこれステータスを書いてます。マジでギリギリです。なんで、1体倒すのにめちゃくちゃ時間かかるんで、絶対、輪廻さんの転生9か10ぐらいまでレベリングしたり、あとは、ヌー、スライムガール物理、ミニハムの卵の交換ペット入れることを強くお勧めします。そして、プラス21まで終わったら次は禁域のロック集めです。そもそも禁域のロックっていうのは、1個につき装備の強化上限が1上がるアイテムで、350個が目安です。集め方は30分の章をひたすら連打するだけです。禁域の巨木はその森林の禁域に30分に1体湧くボス扱いなんで、章を連打して無限に倒しましょう。で、巨木を討伐するのに必要なステータスはこんな感じで、魔法防御がかなり必要に見えるんですけど、正直、巨木の攻撃速度めちゃくちゃ遅いんで、これは自力で避けるの楽なんで、避けていいんじゃないかなと思ってます。とはいえ、その巨木の元に安全にたどり着くには、多少のステータスが必要です。ギガントークや支配の鳥は、その防御魔法防御がそれぞれ15000と17000ぐらい必要で、パンダはレア脇で、防御7000ちょい必要なんですけど、この3匹はもう避けましょう。もう、触らぬ神にたたりなしということで、こちらはもう避けて行こうと思ったら、大体、防御と魔法防御はこんぐらい必要ですよって感じですね。それはね、正直ここを聞いて、ふーんってなっても、
結局疑問多分出てきてる人いると思うんですよ。いや、それはそうとしてね、30分の書どんだけ用意すればええねんと。350個ってめちゃくちゃ必要じゃないかと。しかも確定でドロップしないんですよと。なので、まとめました。フレームフロック放置の時給をこのように仮定して、キンキのロックの個数を時給で算出しました。またペットの種類でも分けてます。あと、これらすべてドロップアクセサリー 30% ありで算出してるのに注意です。これ見てもらうと、期限ありの人は、海賊船21あれば1日かからず必要な資金が手に入るどころか、なんなら海賊船なしでも実は丸1日ぐらい放置すれば、キンキのロック350個分は貯まります。逆に期限なしの人は手動金策をしないとかなり時間がかかりそうって感じですね。なので期限なしの人は、ね、人によってはそのキンキのロック集めせずに海賊船集めるのもありなのかなって感じですね。そしてキンキのロック集め終わりましたと。じゃあ最後に魔法防御5万確保した例がこちらです。正直特に言うことはあんまりないです。はい。輪廻2で計算してるんですけど、輪廻3、4になったところで、あれなんですよ。ステータスの振り分け上限を上昇させるアイテムがないと、魔法防御これ以上触れないんで、ポイント。なんで正直、レベリングそんな進めたところで、魔法防御のペットが1体抜けるとか、そういうことはあんまり起こらないんで、特に本当に言うことないんですけど、一応言うとくとすると、ネクロプリンセスが結構、有用なペットなんですよ、ここで。なんでかっていうと、こいつ、レベル181までいったら、確か魔法防御 40% と捕獲 70% とかついて、海賊船集めにめちゃくちゃ適してるんですよ。けどですね、ボス枠の3分でしか湧かないやつをプラス81まで集めるって、時間かかるんですよ。なんならそういう人って多分、すぐ集めれる人って歪曲装置がまず結構あるんですよ。もしくは、金策でお金がめっちゃ溜まってて、そのお金を30分の書に変えて、ネクロプリンセスをいっぱい倒せる人なんですけど、いや、どちらの例もあれなんですよね。だったら、キンキのロック集めに行けばいいんじゃねって感じになるんで、正直もしたまたま持ってれば嬉しいかなぐらいだと思います。はい。そして、以上ではなく、最後に友情の種について一応話しときます。まず、上2つが友情の種の交換に必要な素材で、下2つが修練所の鍵の交換に必要な素材です。それぞれの集め方もバーっと書いてるんですけど、正直、友情の種集めるよりも海賊船倒し続ける方が早く捕獲は終わると思います、僕は。海賊船を攻撃受けて倒したり、なんかめんどくさいなーっていう人は、いっぱい何体も何体も倒すめんどくさいって人は、種集めもありです。さて、これで全ての話終わったんですけど、さっきも言ったように、海賊船プラス81までの流れに関しては、自分に合ったチャートで進めてもらえればなと思ってます。攻撃自力避けだけで、プラス81までしてもいいし、友情の種82個集めてからでもよし、プラス21にするまでに、キンキのロックを集めて、魔法防御を確保してから集めるのもよしです。この動画の情報をね、結構いろいろ載せてるんで、それをもとに自分でチャート考えてもらえたらなと思います。以上で動画を終わります。ここからは質疑応答に移ります。質問等がある方がいらっしゃいましたら、挙手ではなくコメントでお願いします。